7×17×37 吉正です。きたー。大丈夫なのかな。で、今エンジンのかかりが非常に悪いです。あ、今かかりましたね。はい、今日なんですけども、スターターモーターを交換しようと思います。これ確か16ミリですね。このホースですね、ここ T25 で止まってました。これをこうなってたのを T25 なくして、こうするとかなり作業スペースができるようになりました。この赤いコードがつながってるやつ、この2つ切り離しておくはずだったです。ちょっと怖いので先にバッテリーのマイナス端子外しておきましょう。これですね、これも取らなきゃいけなかったみたいですね。8ミリ、10ミリぐらいかな。スターターモーターを固定しているボルトが、これと、これですね。インテークマニホールドの後ろについてます。これです。この2つだそうです。発送でこんなの買ってきました。星型のやつですね。確かこれの12か14だったと思うんですが。一本抜けた。こんなのが入ってました。よいしょ。抜けた。2本目抜けました。そしたらスターターモーターが抜けるはずです。外れねえじゃねえか。取れたけど、きたー。表取れました。これが外したやつで、これが今日届いたやつですね。なんか若干形違うような気がするんだけど、大丈夫なのかな。パーツなんだろうな。こういう風になってますね。書いてないぞ。ここがここと合わせる爪になってて、これが1目の穴みたいです。よし。そしたら
こからアフレコの説明入れます。でも E85 前期型は楽な方みたいです。E46 だとインマに外さないとできないらしいです。E85 でも後期型 N52 エンジンもしかりです。広いエンジンルームの E85 前期型万歳。おじさんはすぐに疲れます。外したものを復元しています。インマニのカバーも外す必要はありません。インマニの隙間に物が落ちたので外しただけです。皆さん、インマニには物を置かないようにしましょう。さて、復元完了しましたのでエンジンをかけてみましょう。果たしてエンジンはかかるのか、それとも完璧です。今回購入したスターターはリビルド品なので、取り外した旧品はすぐに返送しました。数日後、ワンコを膝の上に置いてメールチェック中。リビルド品の会社から返送品が届いたと連絡が入っていました。ところがリビルド会社からのメールはこんな感じでした。この度は当店をご利用いただきまして誠にありがとうございました。スターターモーターコアが到着いたしました。ご返送ありがとうございました。早速ご返送いただいたコアを工場へ送りましたところ、ご返送いただいたコアは中国製の社外品であることが判明しました。残念ながらコアをご返送いただいた場合でも、社外品の返却の場合はリビルド品の作成に利用することができないため、コアチャージ代商品の 50% のご請求となります。マジかよ。なんと外したスターターは中国製のコピー品でした。追加料金発生。安くリビルド品買ったつもりが高くつきました。ザ大失敗でした。リビルド品を売る会社にしてみると当然のことですね。返却された部品を次の商品にする商売なので、使えないものが送られてきたら困るんです。もちろん追加料金は支払いました。使えなかったモーターはこちらに返送してもらいました。いずれ時間になるときに自分でリビルドしてみようかと思います。しかしコピー品やってどうやって気づくことができたでしょう。無理です。リビルド品を発注する前に部品を取り外して純正品であることを確認しておく必要があります。リビルド品は安くて信頼性も高いのですが、こんなトラブルもあるよってことを知っておいた方がいいと思います。そんな感じでスターターモーターは無事交換終わったのですが、先日車検を無事取得したばっかりなんですけども、早速壊れました。